今日ね、授業が10時半からあると思ってたんですよ。でも、朝目が覚めたら10時半だったっていう。それで、めちゃくちゃ焦って、シャワー浴びたり、用意して、急いで家出てきたんですけれども、外に出てから、全体の連絡が来てることに気づいて、それ見たら、休養で、今日の授業は12時半からってなってて、なので、寒い。今日めちゃくちゃ風強い。6度か。風が強いな。久々に明るいうちから飲もうと思います。うわ、めっちゃ吹き出てきた。うまっ。めちゃめちゃうまい。最高ですね。今日は風強くてめっちゃ寒かったです。今日は学校に財布を持っていくのを忘れてしまって、昼ご飯を持参したおにぎりちっちゃいの2つしか食べれなかったので、めちゃくちゃ腹が減っております。今ご飯炊いてるんですけれども、ちょっと待ちですね。めちゃくちゃもうお腹空きました。もう本当に胃の中空っぽっていう感じ。最近全然 Vlog 更新できてなくて、なんかいろんなことね、やりすぎなのかなって思いましたね。新しいこと始めるのはいいんだけど、一気にやりすぎてるせいで効率悪くなって、Vlog 更新できなくなってるっていうので、最近ここ1ヶ月ぐらい、ログ撮影を始めたりとか、今までダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトを使ってたのをプレミアプロにしたりとか、その他にもいろんなことやってたんですけれども、そういう新しいことに手出しすぎて、全然Vlog の編集進まなくなってきて、全然更新できてないですよね。なので、同時並行じゃなくて一個一個やった方がいいですね。いろいろやりたいことがあっても、これができたら次ってやった方がいいですね。同時にやると結構大変です。面白いですけどね。今5時半過ぎですけれども、日が伸びてきたといえ、このぐらいの時間帯になるとやっぱり、暗くなってきますね。今日3時ぐらいに学校終わったんですけれども、いろいろ学校で残ったりとか、あと買い物行かないといけなかったりとかして結構いろいろやってたら結構暗いです。でもこのくらいの時間帯が一番空が綺麗ですね。はい、ということでやっとご飯炊けました。夜ご飯は春巻きと、チゲスープです。なんかこれ祖母からもらったお菓子かな。これパッケージがディズニーだから、てっきりクッキーとかチョコレートとかそういうの入ってるのかと思ったら、なんと、せんべいでした。よく見たらこれ、だし醤油って書いてある。そういえばこいつ、これ、この M2MacBook Air を、去年の6月ぐらいに買った時についてきた、マグセーフ3だったかなっていう端子のケーブル。MacBook に同梱されてたケーブルなんですけれども、こっち側タイプC になってます。これがね、あまり使ってなくて、このケーブルってこの MacBook にしか使えないので、できるだけ荷物減らしたいし、ケーブルの本数も減らしたいし、端子とかもね、タイプ C とかに統一したいので、この MacBook も、タイプ C ケーブルで充電してたので、これ使ってなかったんですよね。なので、メルカリに出品したところ、すぐ売れたので、これをメルカリで発送しようと思います。いくらだったっけな ?3700 円とかで売れたかな。定価5000円ちょっとなんですけれども、だから、定価から1500円引きぐらいで売れたので、結構ね、あまり値引きはしなかったんですが、結構高い価格で売れたので、良かったですね。これでまた、新しいガジェット。充電器周りとかね、ケーブルとかちょっと足りないので買い足したいと思ったので、そこの
お金に当てようかなと思います。ケーブルを売ってケーブルを買うというね。これもね、5000円するとだけあってかなりの高級ケーブルで。はい。まあ今 MacBook 買うと多分ついてきますね。MacBook Pro とかも多分この、マグセーフ3端子になってて、今現行の MacBook を買うと、必ずついてくる、ケーブルになってます。で、MacBook の色に合わせたのがついてくるんですよね。この MacBook シルバーなんですが、なのでこのシルバーと白ベースの、ケーブルがついてきて、で、このシルバーだとまあ普通なんですけれども、MacBook、例えばなんだろうな、ピンクっぽい MacBook とかあるじゃないですか。ああいう MacBook 買うとケーブルの色も合わせて、その色になるので、白とか黒じゃなくて、こう、違う、こう、限定カラー的なやつだと少し高く売れるみたいなので、使ってない方は売ったらいいんじゃないでしょうか。まあこのケーブルもすごくいいんですけれども、自分は使わなかったっていうだけです。MacBook 側の端子はこんな感じになってますね。ここ、Type-C が2つついてて、一番端っこにこの、マグセーフ3のケーブルの端子がついてると。で、これね、磁石でくっつくんですよね。こうパチッと。パチッと。パチッと。はい。こんな感じで、磁石でくっつくっていう感じになってます。こんな感じ。で、今これ電源につないでないんであれですけれども、ここに LED のインジケーターがついてて、ここが、充電中はオレンジに光って、充電完了すると緑に光るっていう感じのインジケーターが両側についててっていう感じですね。で、このマグセーフ3端子よくできてるのが、くっつけるときはもうこうやって普通にくっつくんですけれども、これ、ケーブルをこれ MacBook に対して平行に引っ張っても取れないんですよ、ほら。もう完全にロックされてて取れないんですが、上下に力をかけてあげるとすぐ取れると。そんな感じですね。取り付けもすごい簡単で、この状態では絶対に外れない。でも、傾けてあげると、すぐ取れるっていう。すごいですよね。さすが Apple っていう感じで、すごい考えられた作りになってますね。やっぱりね、安全とか考えるとこっちの方がいいのかなっていう感じはしますね。やっぱ PC って、結構ずっと、ケーブルつないで使われてる方も多いと思うので、もしこれに引っ掛けたりとかした時に、ここが抜けてくれることによって、つまずいて怪我したりとか、パソコンが落下したりとかっていうのを防いでくれるので、そういうことを考えると、やっぱりこの、ノートブックにはこの、磁力タイプのケーブルっていうのはかなりありだと思うんですが、自分はもうケーブル統一したいので、Type-C を使うっていう感じになりますね。まあ、ただね、この MacBook Type-C ポート2つしかないので、1つ充電に使ってしまうと、もう残り1つしかないっていう。MacBook Pro とかだともっと端子あるんですけれども、Air の場合は、そういう事態が発生してしまうっていうデメリットはあるんですが、まあ、そんな感じの運用でいきます。まあ、たかがケーブル5000円って高いだろうと思うかもしれないですけれども、もうかなり作りがね、ここの、なんだろうな、ファブリック的な素材感とかもいいし、ファブリックだから加水分解とかもしないし、すごい柔らかいっていう、ありますし、ここがちゃんとね、端子の、この部分が MacBook と同じアルミ素材でできてるんですよね。プラスチックとかじゃなくて、ちゃんとアルミでできたりとか、このインジゲーターとかもなんかちゃんと両側についてたりとか、ここら辺のType-C の方もね、すごい作りがいいですし、ここのケーブルとの接合部分とかもね、すごいしっかりしてるので、まあ5000円の価値あるんじゃないかなと思うんですけれども、個人的には、私はこのケーブルは売ってしまって、少しいい Type-C ケーブルを使うっていう運用でいきたいと思います。そう、Type-C ケーブルね、今、Type-C ケーブルは、MacBook 用に買おうと思うんですよ。今、MacBook に、使ってる Type-C っていうのは普通にスマホを充電するような、1000円ぐらいで買った Type-C ケーブルなんですけど、やっぱ PC 充電するケーブルってある程度長さ欲しいので、まあ2メートルくらいある。これも2メートルだか 1.5 メートルだかあるんですけど、2メートルくらい長さが2メートルくらいある Type-C ケーブルを買って、で、かつちょっと出力も高いようなケーブルを買う予定でございます。まあ、そんなのもね、2、3000円で買えると思うので、全然このケーブル売却してもお釣りが来るっていう感じなので、はい、そんな感じで、まあ、数回は使用しましたね。数回は使用しましたので、まあ、お世話になりましたっていう感じですね。はい。ありがとうございます。メルカリはね、結構4、5年前にやってたんですけれども、久々すぎて、
どうやって発送するんだっけって調べたら、なんかネコポスっていう一番小さいのでこのサイズだと送れるみたいですね。封筒とかに入れて、そのまま送れるらしいんですけれども、ちょっと、その梱包資材がないので買いに行かなくちゃいけないですね。出品する前に準備しろよっていう話ですけれども、その入れる封筒と、あと一応ね、電子機器ではないですけれども、一応なんか干渉剤的ななんかプチプチ的なものもあった方がいいと思うので、それ買ってきます。あ、メルカリ専用の袋っていうのがあるんだ。しかもこれ中にクッションがついてるタイプ。これセリアで買ったんですけど、めちゃいいですね。本当にメルカリに最適化されたやつらしいので、もうこれで送れば間違いないというやつでございます。これの他にね、箱とかも売ってたんですよね。ちゃんと専用の箱あるじゃないですか。あれも売ってて、前メルカリやった時はなんかいちいちコンビニで買った気がするんですよね。でもセリアとかで買えるっていうのはめちゃくちゃありがたい。こんな感じで、ちゃんと中にもこのプチプチがついてるので、干渉剤もいらず、もう本当にここに入れるだけで、発送できてしまうという、めちゃくちゃ便利商品。こんな感じで入れまして、で、ここに両面テープがついてるので、これ剥がして、大丈夫かな？形は。で、こう。お、完璧。そしたら、一応ね、コンビニ、セブンイレブンで発送しようと思うんですけれども、セブンの場合は、なんか、メルカリのアプリの取引画面みたいなところで、発送方法とか発送場所入力すると、発送用バーコードみたいなのが表示されるんですよ。それをセブンのレジに持ってって、店員にこう、バーコードをスキャンしてもらって、そうするとなんかこう、専用の袋と、なんかレシート的なものがもらえるらしいんですよ。まあ多分それはね、やったことあるんでわかるんですけど、で、その専用の袋みたいなの、後ろが粘着になってるので、ここに貼っつけて、その袋の中に、そのレシート的なものを入れて、で、あとはもう店員に渡すだけで発送完了らしいです。ちょっと行ってきます。というか、これケーブル持っていけばよかったですね。わざわざ家に帰ってきたという。この作業は外でもできた。よし、ということで、寝ます。今日はちょっと寝不足なので、ゆっくり寝ようと思います。では、おはようございます。結局、丸半日ぐらい寝ましたね。こう寝れました。今日はいつもの無印良品の豆で少なかったので、この少し残ってたスタバのパイクプレイスで、これとブレンドにしようということでやってみたんですが、これ粉だったんですね。気づかずに入れてしまいましたが、まあいいでしょう。とりあえず、これ豆をひいて、コーヒー入れます。どんな味になるでしょう。多分この豆は、これ今なくなって、で、買ったのがこの前の3連休の時に買ったので、2週間ぐらいですかね、200g で。なので、1ヶ月で2、3袋ぐらいは必要だと思うので、結構すぐなくなりますね。無印良品の豆は。まあ安いからいいんですけど。さて、ホットケーキと一緒にコーヒーをいただいております。ちょっとホットケーキ今日失敗しましたね。ではでは。あ、うまい。いいですね。めちゃくちゃ飲みやすい。無印良品のダークの豆と、スタバのパイクプレイス。それぞれこう、あっさり系と深入り系とで、全然違う味なんですが、合わさって飲みやすくなってますね。うん。なんかスルッと入っていく感じ。よし。今日はだいぶ買い物してきました。そして冷蔵庫も掃除しました。結構綺麗になった。この炭酸で割るだけでできるレモンサワーっていうのを買ってきてみたんですけど、めちゃうまいですね。レモンの風味がすごい強くて、疲れが取れる。めちゃくちゃあっさりしてて、美味しいですね。そしてコスパがめちゃくちゃいい。これ食べよう。これ食べてみます。ニンニク混ぜそば。うわ、これ切り込み入れた瞬間、ニンニクの匂いがすごい。熱っ。
わ、これやばいな。めっちゃうまそう。これ上にかかってるの油かな。そして、もやしも乗ってて。うわ、麺も太い。で、チャーシューも乗ってて。これやばい。なんか本当になんか二郎系混ぜそばみたいな感じ。あ、めちゃくちゃ美味しいですね。めちゃくちゃニンニク効いてて美味しいんですけど、二郎系ほどこってりじゃなくて意外とあっさりって感じで、めちゃくちゃ美味しい。いやー、プレミアプロでの編集、まだ慣れないですね。やっぱり操作とかが慣れなかったりとか、今までもかれこれ4年も使ってたダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトと全く操作方法違うわけだし、で、なんかいろいろわかんないところもあったりするので、こう、調べながらとかやったりすると、やっぱり結構時間かかるし、労力も使えますね。いや、疲れる。この動画今日中に編集しようと思ったけど、結構無理かもしれない。結構アドビ系のソフトってやっぱり、フォトショップとかもね、今結構使いこなせるようになってきたんですけど、慣れるまで結構時間かかったんですよね。だからやっぱりこう、本当にプロ向けのソフトなので、なかなか、アドビのソフトは一個一個習得するのが大変です。なんかダヴィンチリゾルブとかの方が難しいと思ってたんですけれどもね、機能もいっぱいあるし、結構、プレミアプロよりもダヴィンチの方が難しいっていう言ってる人多いので、ダヴィンチの方が難しいんだろうなって思ってたんですけれども、もちろん人によると思いますが、自分はプレミアプロの方が難しいと、思いますね。救急車がめちゃくちゃうちの前で止まったんだけど。ちょっとこれだけ近いと心配ですね。大丈夫かな？続きは明日ですね。だいぶ疲れます。おはようございます。今日はちょっとゆっくりめに起きて、今12時半ぐらいですね。昨日結構夜更かししてしまって、いろいろやることがあって、遅くなってしまったんですが、今日は日曜日です。これ Fire Stick TV のリモコンなんですけど、この電池がね、最近も切れかけて、この前警告出たんですよ。電池変えてくれっていう。警告が出たんですが、電池がなくて、変えられないので、めちゃくちゃ、反応が悪いっていう感じですけれども、これちょうどね、ちょうどでもないか、1年以上経ったかな。一昨年の12月ぐらいに買って、1年と3ヶ月ぐらい経ったんですけれども、そうなると結構電池の持ちいいですね。でも、電池ってうち常備してないので、充電式にしてほしいです。いずれね、この Fire Stick TV も Apple TV とかに変えたいんですよね。うん。なんか最近、やっぱり Apple 最強なんじゃないかって改めて思い始めてきて、音楽のストリーミングアプリとかも今 YouTube Music 使ってるんですけれども、あれもなんか不具合多かったり、なんか、やっぱり Apple Music の方が便利だったなと思うことがあって、Apple Music に戻そうとしてるし、こいつもやっぱり Apple TV のデバイスは使ったことないんですけれども、Apple TV やっぱ最高なんじゃないかと思って、Apple TV 買おうと思ってるんですよね。なのでもう本当に、いろいろなものに手出してるんですけど、最終的にApple にたどり着いてしまうっていう流れになってますが、いやもう本当、Apple 便利ですよね。さすがに世の中にいっぱいいろんなものがあるから、やっぱ Apple よりもいいものがあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ確かに Apple よりもいいものがあるっちゃあるんですけど、結果的に Apple に戻ってきちゃうっていうのがあるんですよね。単純に自分がその Apple のデバイスとかソフトウェアに向いてるっていうだけかもしれないですけれども。これ、エルコムの Bluetooth キーボード、これメルカリに出品したら、売れたのでちょっとこれ発送したいと思います。これね、エレコムのもう本当に定価2000円とか2500円とかで売ってるめちゃくちゃ安い Bluetooth キーボードなんですけれども、これもずっと使ってなかったので、出品しますが、もう出品して売れたので、発送します。これね、このキーボードは、ずっと前に使ってたキーボードですね。MacBook の今この Acer の 4K のモニター、27インチのモニター繋いでるんですけれども、このモニター変える前に、なんか、実家にいる時にもうちょっとちっちゃいモニター使ってたんですよ。で、それに MacBook 接続して使ってて、で、なんだっけかな、その時も、Bluetooth キーボード使ってたんですけれども、なんかキーがね、取れちゃったんですよね。何箇所かキーが取れちゃって、で、それで使えなくなって、でね、今も使ってるこれ、キークローン K3 っていう、これは、赤軸のメカニカルキーボードですね。ロープロファイルのメカニカルキーボードなんですけれども、そう、いずれちゃんとしたキーボードを買おうと思って、結局ね、このキ
キークロのこのキーボード買ったんですけれども、その壊れたキーボードからこのキークロのキーボードを買うためまでのしのぎみたいな感じで使ってたキーボードなんですよね。だからもう本当に使用期間としては3ヶ月ぐらいしか使ってなくて、ずっと使ってなかったっていう感じです。でもね、2000円にしてはすごく、品質高くてデザインも良くて、で、US 配列なのでね、デザイン、ひらがなとか書いてないんで、デザインというか、この印字もシンプルで、めちゃくちゃ使いやすいキーボードでしたね。ここに単4電池単3かな単4だね。単4電池2本で動くようになってたりとかしました。打鍵感もね、決してメカニカルキーボードとかじゃないんですけれども、そんなに悪くなくて、めちゃくちゃ使いやすかったですね。あと、コンパクトで。ちょっとこれ発送します。これね、買ってきました。なんだっけネコポスこのメルカリの、この A4 サイズの、が入る段ボールで、厚みがね、2センチだから3センチだかまで送れるみたいなので、なんか紙ですね、本とか、なんか紙系のやつとか、あと服とか、そういうものを、これで送る人多いみたいなんですけど、このキーボード、薄型なのでこれ使えるなと思って買ってきました。なんだっけな。封筒みたいなやつ、なんかこう、なんだっけ。一番メルカリで、送料安いやつ。あれにはね、入んなかったんですよね。ちょっと長さが、このキーボード長すぎて飛び出ちゃったので、あれには入んなかったので、これにしました。これね、送料210円で、本当は宅急便コンパクトみたいなので送ろうと思ってたんですけど、それだと450円かかっちゃうんですよね。なので、もうちょっと送料安くできないかなと思ったら、この、なんだっけ、ネコポスっていうのでいいみたいです。これなんか、ポストに投函して、発送することができるらしいんですけれども、ちょっと近くにポストどこあるかわかんないので、いつも通りセブンイレブンで発送しようかと思います。とりあえず箱を組み立てよう。こうか。こっち先か。洗濯が終わっちゃった。サイドを先に組み立てるみたいですね。サイド、こうかな。わかった。ここを組み合わせるんだ。で、こう。よし、とりあえず組み立てられました。そしたら、このキーボードね、入りますね。よかった。厚みも大丈夫。3センチまでだったかな。厚み3センチまで、送れるみたいです。で、このキーボードもね、3センチなくて、2. 点何センチかしかないので、余裕です。で、こいつね、このプチプチこの干渉剤、これ、よくあるプチプチの干渉剤なんですけど、あらかじめ袋になってるタイプ。このキーボードね、収まんないことは分かってました。なのでこれ多分2つ使うことになると思いますが、よし。厚み大丈夫かな？なんか結構厚み出ちゃった気がするけど。とりあえず大丈夫かな？ちょっと箱に貼り付けておきましょうか。どうしよう。両端貼り付ければいいかな。結構、がっちり貼っちゃおうか。OK。大丈夫そう。そしたら蓋を閉めて、OK かな？よし。じゃあこれで発送していきます。なんかちょっと膨らんでる気がするな。これ多分祖母宅でもらってきたやつなんですけど、もう去年とかですよね、多分。最近ではない気がしますけど、この果物の果実が入ったゼリー。めっちゃ高級そうなやつなんですけれども、これめっちゃ美味しいですね。これ桃のやつですけど、これもう一種類あるんですよね。こっちの方がなんか豪華そうでいろいろ、果物が何種類も入ってるやつで、美味しそうなんですけど、これ一回開けちゃうと食べないといけないから、これめっちゃうまいですね。なんかよくある、お菓子コーナーとかに売ってるゼリーと違って、ちゃんとこう、100% 果物で作ってると思うので、めちゃくちゃ美味しいです。コーヒーのお供は、こいつ。これも祖母宅でもらってきたやつなんですけど、祖母が好きな、もち吉っていうせんべい屋さんがあるんですけど、そこに売ってるなんかこの、すごいでっかいビスケットみたいなやつなんですけど、これが、うちの母親がこれめちゃくちゃ大好物で、欲しいって言ってたんですが、2個あるからあげるよって言われてもらってきたやつですね。なんかこれね、いつもあるわけじゃなくて、わかんないけど、冬しかないとかなんか言われてますが、なんか、レアらしいです。でかいですよね、確かに。結構でかい。でかいんだけど、薄くて2枚入ってるのかなっていう感じのビスケット。こ
こんな感じ。うん。うまい。結構軽いんですよね。今日は出かけようと思ったけど、雨降ってますね。あと3時間ぐらい雨降ってるみたいなので、今日は家の中にいようかな。このそぼたくに行くと、毎回のようにもらってくる、ヤクルトの北方風ラーメン。これ結構ね、頑張ってる感じして、北方ラーメンって言われれば北方ラーメンなのかなという感じの味なんですけど、で、このチャーシューもこれ地元のスーパーで買ってきた、北方ラーメン風の味付けされたチャーシューだし、何気にこの器も会津北方って書いてありますし、偽物臭いですけれども、家で北方ラーメン再現できるっていう。でも結構美味しいんですよね、これが。結構雰囲気出せてる。